はい、こんにちは。こんにちは。本日はスカジャンです。スカジャンといえばこの方、スカジャン研究家でテーラー東洋の企画統括、松山さん、よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2025年も、はい、もうあとわずかというタイミングになりました。そうですね。もうね、年の瀬ですね。年の瀬バタバタしておりますが、はい、なんか今日ははい、発表があるということで、そうなんです。こちらなんですけども、もういきなりはい、ど真ん中来ましたね。はい、2026年のはい初売り、それ用の特別なスカジャンを作ったんです。なんかもう見た感じ、はい、すごく特別感は、はい、こう僕もいろいろ教わったんで、はい、ここが特別だろうなとか、はい、想像はしてるんですけど、はい、気づいてないこといっぱいありそうなんでちょっと教えてってください。これはい、実はですね、はい、このスカジャン私ずっと復刻させたかったんですけど、はい、どうもこうタイミングっていうのがつかめなくて、初売りのスカジャンにぴったりだと思って今回作らせてもらったんですよね。ほう、なんか色味めでたい感じしますもんね。はいはい、そうですね。一番特徴がこちらなんですよね。この見てもらうと分かるんですけど、はい、この袖の竜がすごいうねってるんです。そこは見てなかったです。ここが一番特徴なんですよ。確かに、はい、普段作られてる袖竜のスカジャンって、はい、こんなうねってないですもんね。そうですね。ちょうど松島さんが着てらっしゃるように、袖山のラインみたいな感じで、はいはい、結構こうまっすぐな竜っていうのが多いんですけどね。これはめちゃめちゃすごいですね。そうなんです。腕に巻きついてるようにも見えちゃうし、はい、大きさもはいはい、すごくないですかこれ。そうですね。太いというか、大きいです大きいです。竜のうねりの幅があるんで、はい、生地のここからもすごいぐるっと巻いて、はい、そうなんですよね。顔もすごい大きいし、はい、とここでパッと置いてあるのを見るより、はい、着た姿、私ちょうど横から今見てるんで、はい、着た姿の迫力たるや、すごいことになってますね。すごいですよね。本当ここが一番特別なんですよね。ほう、色もまたね多色使いで、はいはい、鮮やかな色の刺繍で、はい、ゴールドドラゴンです。ゴールドドラゴン、はい、しかも今回はおっしゃってるように、すごい色糸をデッドストックに近い色糸にしたんですよね。ということは、はい、このヴィンテージが作られた当時使われた色、そうですね。ということですね。デッドストックってことは。そういうことです。一切色あせしてない色糸を今回選んでます。はい、あとちょっとよく見ていただきたいんですけど、はい、この鮮やかなこうゴールドあるじゃないですか。はい、ゴールドありますね。この横にこの雲ありますよね。はい、これちょっと実は黄色い色糸が違うんですよ。こちらはちょっとレモンっぽい、そうですね、はい、一つトーンを落とした黄色が使われてるんですよね。あとこちら竜のこう前だったりとか、本当だ、輪郭は色が違うんだ。はい、そうなんです。パッと見わからないですよね。わからないですね。ただ色数が多いっていうだけじゃなくて、はい、微妙な色の使い分けなんかもしてるんですね。これそうなんですよ。なのでこの黄色のこのグラデーション、はい、でこれでその横振り刺繍のですね、立体感というのがすごい強調されてるんですよね。はあ、そういう意図があるんですね。はい、背中気になりますね。ですよね。背中もすごいんですよ。こちらですね。ゴールドタイガース。これもその強い金色をそのまま使ってるわけですね。袖と同じ。そうなんです。ただこの鮮やかな金色もそうなんですけど、実は他にも特徴がありまして、はいはい、普通だとこういう笹が貼ってグリーン系の色を使うじゃないですか。そうですね。はい、まあそうですね。ブルーなんですよ。珍しいですね。はい、このブルーがまたこの黒にバチッと映えるんですよね。綺麗ですねこれ。でしかももちろんこの虎のこの鼻絵とかこのベロとか、はい、赤もそうなんですけど、はい、今回この地面にも赤が使われてて、あ、この赤い部分地面ですね。そうですそうです。そっか、そこから岩と言いますか。はい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 。でさらにジャパンの文字、こちらも赤なんですよ。黒ベッチンで赤いものって確かに、はい、そうですね。あんまり見たことないですね。ほとんど白が多いですね。白ですね。はい、この赤、これが素晴らしく映えるんですよね。しかもそこであえてこのリブを白一色の単色のリブを使っているというところがまたポイントなんですよね。それは何ですか。こっちがやっぱインパクトの強いものだから、
引き立てるためにみたいな、そういう感じなんですかね。そうですね。黒ベッチンのスカジャンに関してはそういったものが多いんですけど、ただこれ想像してみてください。これをもし真っ黒にしたりとか、黒に白いライン入れたりとかすると、ちょっと逆にまとまりが良すぎるというか、この真っ白のリブっていうのが、強調してるんですよね。その全てのこの刺繍の色を引き立て役になってるわけですね。これがそうなんです。ただ見ていただくと分かるんですけど、富士山とか、この下のこの波ですね、とか白い色糸使っているので、合わせてると合わせてるんですけど、このリブのインパクトっていうのも強いんですよね。このスカジャンの元となっているヴィンテージ、年代はいつぐらいのものなんですか？50年代中期ですね。50年代中期、別鎮。そうですよね。別鎮だともうそのぐらいになってくるということで、コットンですから。そうなんですよね。じゃあその1950年代中期に作られたスカジャン、それのもう色が全然褪せてない状態の綺麗な鮮やかな色をそのまま再現したと。そういうことです。おっしゃる通りです。そういうことです。よろしいですか？しかも、袖の竜もちろん大胆なうねった竜なんですけど、背中のこの虎も通常より少し大きいんですよね。そうですか。ちょっと背中見てもいいですか？背中見ると大きさがより際立ちますね。ちなみにこれ脇の方までいっぱいいっぱい。ちなみにこれ M です、サイズ。でこの大きさなんです。このね、斜め45度の角度、袖も見えて背中も見える角度、これ壮観ですね。すごいやっぱり存在感というか特別感ありますよね。まさに初売りにぴったりのスカジャンなんですよ。そうですね。おめでたい感じの色味ですしね。そうなんです。あともう一ついいですか？今度胸に戻りますよ。胸。こちらなんですけど、ちょっとなんか違和感と言いますか、なんかちょっと違う感じしません？ちょうど松島さん着てるこの虎、これ背景虎ですね。実は普通はこういうたてがみまでなんですよね、虎っていうのは。胸の虎は。だけどこれ首まで入ってるんですよ。こう横から首を伸ばしてるような絵になってるわけですね。そうなんです。だからたてがみはここで終わってるんですけど、さらに首が入ってるので少し他のものとは形が違うんですよね。バランスが少し横に伸びた感じの虎になってるわけですね。そうなんです。面白いこれは。分かんなかった。確かに言われたらそうだ。ですよね。首がありますよね。全然印象変わるでしょうね。そうなんですよ。いやもう虎の柄の刺繍ってものすごい種類も多いですけど、とにかく人気があるじゃないですか。僕も大好きなんですよ、虎が。なんですごい人気のある中でもこれはまた特別なんですかね。そうです。本当にもう色糸もそうですし、先ほどから申している首もあったりとか、もう本当虎柄の中でも特別なものなんです。もう初売りにもぴったりのものなんですよね。この迫力、ぜひね、実物見てもらいたいと思いますよ、本当に。やっぱり気になるのはリバーシブルレーンですよね。ちらちら見えてるんですけど、なんだろうなと思って。いきますよ。こちらなんですよね。マップだ。マップですが、何ですかこの見たことのないイメージはどこから来てんだろう。気になるところといいますか、この黄色い色糸の使い方じゃないですかね。そうですよね。これ和紙でこういう黄色い翼ってあんまりイメージがないですね。確かに。あとはやはりこの色のコントラストだと思います。青空とか海を思わせるこのブルー、ここにその黄色い色糸を基調としたこの羽ですね、美しい羽の和紙、あとこちらに竜もいます。本当だ、向かい合ってんですね、これ。そうです。あとさっきジャパン赤だったんですが、今回のジャパン黄色なんですよ。また白じゃないところで来たわけですね。そうなんです。アクセントカラーの黄色むちゃくちゃ効いてますもんね、これ。しかもこのリブも黄色なんですよ。それが今まで見たことのない感じをより強調してるんだろうなと思いました。黄色いリブっていうのはヴィンテージの珍しいですね。なかなかお目にかかれないです。初めて見たんじゃないかな。そうなんですよね。あとですね、こちら見ていただきたいんですけど、ジャパンマップ、日本地図の柄なんですけどね。そうですね。この地名が
普通よりも多くないですか？多いですよね、はい、九州だけで12345、はい、6箇所、それでまあそれ以外の地域もすごいいっぱいあるんですけれども、はい、ちょっと一部、はい、読めない地名とかもなんか当時のそうですね、ヴィンテージらしいというかあるスペル間違いっていうのはありますね。それも忠実に再現しちゃってるわけですよね。そうです、もちろんです、もちろんです。それは変える必要はありません。当時のこれはこれで特徴ですからね、やはりまだその英語、アルファベットにまだ慣れてない職人さんですね、がこうやるとこうなってしまうんですけど、もうこれはこれで私は大好きです。あと私、ちょっと気づいちゃったんですけど、この地図、日本列島がうまい、バランスが結構マップのっていろいろデフォルメされちゃってたりするじゃないですか。なんかこの北海道とか青森の周りとか太平洋側含めて日本列島むちゃくちゃうまいですねこれ。なんか地図にこだわった刺繍って感じですよね。地名も多くて、この地名が多いっていうのもそうなんですけど、結局こういった細いこういうこの刺繍ですね、地名ってこれアルファベット細いじゃないですか。大変そうですねこれ刺繍するの一個一個。実はこれにもすごい技術がいるんですよね。当時からこんな細かい刺繍があったわけなんですね。ただ、そこまで上手な人の刺繍なので、こちらの和紙もう一度見ていただきたいんですけど、すごい細かいんですよ。確かに羽とかすごいですね。あまりデフォルメされてなくて、すごいこう写実的なに描かれてるんですよね。もう少し普段こうジャパンマップに出てくる和紙ってちょっと飾りっぽいというか小さいものが多いですよね。もうちょっとこう可愛らしいというか、こういったあまり威厳が感じられないものが多いんですけど、これはもうすごい繊細に描かれてるんですよね。にしても竜の顔なんかもすごいですからねこれ。表情がいいですよね。そうなんですよ。いやこれはなんか古いのに新しさを勝手に感じちゃってる私がいるんですけど、あともう一ついいですか、ポイントが。まだあるんですね。こちらよく見てみてください。松島さんが着てらっしゃるのってキルティングステッチ入ってますよね。言われてみれば、これ実は綿が入ってないんです。全く気づかずに刺繍ばっかり見てました。別鎮の裏なんですけど、普通はキルティング入ってますけど、これは綿なしのキルティングステッチが入ってないものになります。なのでこう着た時にちょっとすっきり見えるんですよね。このタイプ好きなんです。これはこれでいいなと思っていて、そうか別鎮とサテンの組み合わせだけどもっていうところは言われないで気づかずにここまで喋っちゃいました。さらっと自然に流れてましたもんね。そうなん実はそうなんですよ。ますます魅力が上がってきちゃいました。欲しくなっちゃいました。珍しいですもんね。すごいレアなんですよねそれって。めちゃくちゃレアですね。キルティングのないやつって。そうなんかそのレアなヴィンテージを復刻してるって聞くとちょっと心躍りますねこれは。ぜひぜひ。いやでも本当ねこう和紙虎龍全部がなんか特別なものがぐっとここに凝縮してる感じがして、すごいですね。スペシャルな一着になりましたねこれは。実は本当私も30年以上前に実はこのヴィンテージと出会ってまして、でいつか復刻させたいと思ったんですけど、ずっとタイミングを計ってて、やっと満を持して今回初売りでリリースさせていただきます。そういうことを言っていただけるとますます背中を押されてる気になっていかなきゃなっていう気になってしまいますよ僕これは。ぜひ行ってください。いいですねこれ。いやそんな松山さんの思い入れのある2026年初売り向けの特別な一着、1月2日ですからね皆さんぜひ着てみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。